ドイツからグーテンターク、おまちゃんキッチンへようこそ。今回はイギリスのアフタヌーンティーによく出てくる人参たっぷりの美味しいケーキを作ります。私はこれを一番初めにいただいた時びっくりしました。これ本当に人参かしらって。ドイツの人参ってね、日本のに比べるとすごく甘いんですよね。生臭さがないんですね。だからね、ドイツに来たばっかりの時にこれいただいてすごくびっくりしました。人参ってケーキになるんだなんて初めて知りました。そしてこの人参ケーキにつけるフロスティングですけれども、生クリームを泡立ててもいいですし、お砂糖を固めたものでもいいんですけれども、今日のフロスティングはちょっぴり酸味があってコクがあるクリームですので美味しさが増します。どうぞ最後までご覧くださいね。そして作ってみていただけると嬉しいです。ではまずは材料からご覧ください。いつものように説明欄にも貼りますので、そちらもよろしければご利用ください。まず人参ですけれども、皮を剥いた状態で 200g 使います。これは粉々にしてしまうので、このようにどんなところでもいいと思います。小麦粉ですけれども、タイプ405っていうのを使います。普通のケーキ用の小麦粉です。やはり 200g 使います。それからブラウンシュガーを 200g 使います。このブラウンシュガーはなかったら普通のグラニュー糖でもいいと思いますけれども、あったらブラウンシュガーの方がいいです。シナモンパウダーは小さじ2。人参ケーキってね、いろんな香料を入れるんですけど、今日は私はシナモンパウダーだけにします。それからベーキングパウダーを小さじ1、そして重曹を小さじ1、今日は使おうと思います。ドイツで使う重曹ってね、こういうのです。カイザーナトロンっていう粉のカイザーナトロンを使います。これと同じように袋に入ったのがあります。こんな風な絵が描いてあって緑の袋に入っています。そしてバターを 100g 使います。本来は植物油なんですけれども、今日は私は植物油ではなくてバターを使おうと思うんですね。それで 100g 使います。でこれは 200g あるんですけども、フロスティング用にあと 100g を使うので一応 200g 入れてあります。そして卵3個で、オレンジかみかんの汁を使います。私はね、今日はね、オレンジにしようかみかんにしようか迷ったんですけども、みかんのね、この買ってきたら皮がものすごく硬くてね、指ではね剥けないんですね。だからこれを絞ってジュースにしてしまうと思います。これなんかもうカチカチです。これどうやってみんなこれを剥くのかなと思うぐらい時々硬いのってるんですよね。だからこれはもうジュースにして絞ってしまいます。これは使わない時にオレンジのジュースを使います。そして一番最後にくるみを砕いて、もしかしたらバラバラってかけるかもしれません。中に入れてしまってもいいんですけれどもね。これで一応キャロットケーキの方、人参ケーキの方の材料は済んだと思うんですけれども、ホイップクリームを使ってもいいんですけれども、今日作るフロスティングの方がずっとねマッチして美味しいです。でその材料は一番最後に作りますので、作る直前にご説明しますね。いつものように材料は下の説明欄に貼っておきますので、よろしければそちらをご利用ください。ではまず人参を粉々にします。今日私はフードプロセッサーを使います。本当はね、これね、おろし金でねするんですよね。私は今日は手っ取り早くフードプロセッサーで粉々にしてしまおうと思います。こんな感じに粗いみじん切りにします。バターを少し柔らかくします。小麦粉 200g をふるいます。そしてついでに、ベーキングパウダーと重曹それぞれ小さじ1ずつ入れます。シナモンパウダーもふるいます。ちょっとだけかき混ぜておきます。卵3個を攪拌します。そして溶けたバターを少しずつ入れていきます。でこれね少しずつ入れないとかなり溶けてればいいんですけど、かなり溶けてるとまた固まってしまうのでちょっとこのドロドロ状態で入れるんですけど、粗熱を取れたとはいえ温かいと卵が固まってしまいますので少しずつ入れます。そしてブラウンシュガーも入れます。
そしてここに先ほどフードプロセッサーで粉々にした人参を入れます。そしてまたかき混ぜます。これからは粉類を入れますので、今度はゴムベラでかき混ぜます。先ほどふるった粉物ですね、これを少しずつ入れていきます。切るように混ぜた方がいいらしいです。ここではざっくりと混ぜるだけにします。混ぜすぎるとグルテンが出てきて良くないみたいなので、このくらいにしておきます。そしてこの辺りでオーブンを180度に予熱しておきます。みかん汁を入れるの忘れていましたので今入れます。ですけれども、これは人参を入れる時に一緒に入れて混ぜた方がいいと思います。で、今日使う型ですけれども、これは18センチ型です。そうシートをこのように敷きます。生地を流し入れます。トントントンといつものように落として180度のオーブンで約30分焼きます。約30分っていうのはオーブンによっていろいろ焼き上がり方が違うようですので、様子を見ながら焼きます。まず私はいつものように30分焼いてみます。30分経って出したらまだブヨブヨでしたので、もう一度オーブンに入れて180度で10分焼きました。ですから合計40分焼いたことになります。で、40分もかかったのがちょっと考えたんですね。そしたらね、おみかんのね汁をね調子に乗ってたくさん入れすぎちゃったみたいです。大さじ1杯ぐらいでいいと思います。そうすると普通だったら30分で焼けます。10分足して40分にしたらちゃんと串をこのようにね刺して、そしても何もついてこないように焼けましたので、これで完成です。そしてこのまま網の上に乗せて粗熱を取ります。そして型から出してクッキングシートをつけたままの上で完全に冷まします。生温かいままねフロスティングをつけてしまうと、フロスティングがドロドロに溶けて下に流れ落ちてしまいますので、この状態で1日置いておいて、そして食べる直前にフロスティングを塗ります。でそれがね今までした中でね一番安全です。ケーキが完全に冷めましたので、を取る前にまずこの下の身を剥がします。そして周りの紙を取りますね。取ってはこれしなくてもいいんですけれども、この側面ですね、ここをこのくらいにカットしようと思うんですけれども、このような便利な器具を使います。これを2等分にしました。この18センチの型で作ったんですね。これを作ってここを半分に、これを取り出してから半分に切ったんですけれども、その半分に切るのめんどくさい場合には同じ型で2つを使って、そして生地を半分ずつ入れて流し込んで焼いてもいいと思います。そしたら切る必要ないですね。それではフロスティングの材料をご説明しますね。クリームチーズ 200g、粉砂糖を 100g、 柔らかくしたバターをですね、こんな風に柔らかくしたんですけど、こんな風にしなくてもいいです。でもね、このくらい柔らかくしとくと、あと混ぜるのが楽です。これちょっと熱を入れました。でバターは 100g、 レモン汁を大さじ1杯ぐらい。まずクリームチーズを 200g 入れます。そして柔らかくしたバターも入れます。これをよくゴムベラで混ぜます。バターが柔らかければ大して力もいりませんし、簡単にできます。マーモアの模様がついた方が綺麗だなっていうふうに思う場合は、こんなに丁寧に混ぜなくてもいいと思いますね。ここでレモン汁をほんのちょっと香りをつける。ほんのちょっとってもうちょっと入れようかな。これを入れるとものすごく美味しくなるんですよね。私はこれが大好きでいつも入れてるんですけれど、そしてよく混ぜて粉砂糖を入れます。これねグラニュー糖でもいいんですけれども、粉砂糖の方がよく混ざります。でまたふるいます。よくかき混ぜます。レモン汁の水分が入ったのですごく柔らかくなっています。かき混ぜるのが気持ちいいぐらいサラサラってかき混ぜられるようになってます。
グラニュー糖でも本当はいいんですけれども、私はね絶対ね粉砂糖の方がいいと思います。すごく楽です。そして舌触りもねザラザラっていう感じがなくなるので、粉砂糖の方が絶対おすすめです。はい、できました。でこれをさっきのケーキに塗ります。でキャロットケーキの下半分にでも3分の1ぐらいでいいかな、のせて塗ります。レモン汁の分量をすごく少なくすれば、こんなにゆるゆるにクリームがならなくて、もっとね簡単に塗れますね。全然入れなくてもいいんですけれど、私はねでもレモン汁が入ってる方が好きなので、こうやってドロドロだけど頑張って塗ってます。これは見えないところですから適当にこんな感じで、このあと半分ですね、これをのせます。残りを塗ります。ちょっと横にも塗ってみようと思います。でもね、あまりドロドロだと横に塗るのが大変ですけども、この程度じゃまだ今日の場合は横にも塗れるかもしれないので、ちょっと塗ってみます。クリームを塗り終わりました。キャロットケーキはね冷蔵庫で3日間ぐらい保存可能なんですけれども、私はフロスティングは食べる直前または当日ですね、直前ではなくても食べるその日に塗った方が美味しいと思っています。そしてね、この上にこのようなくるみを砕いたものを乗せてもいいですし、こんな風に飾り付けをしてみたいと思うんですけど、完全な形がないので、あとは崩してみようかなと思います。これしなくてもいいんですけどね、こんな風にしてもいいかなって思います。いかがでしたでしょうか。このキャロットケーキ、イギリスのアフタヌーンティーの定番ですけれども、今日私は植物油の代わりにバターを使いました。本来は植物油を使うんですね。でサラッと仕上げるんですけれども、中にナッツ類を混ぜたり他のスパイスを加えたりレーズンを入れたりね、いろいろなパターンがあります。でそのいろんなねものを混ぜる場合には植物油を使った方がさっぱりとしたお味に仕上がりますね。今回のこのコクのあるキャロットケーキ、よろしければ皆さんもお作りくださいね。召し上がった方からのリピート要求間違いなしです。私ねこれ作るたびにねみんなにねすごく感激されます。おまちゃんキッチンでは家庭で簡単にできる料理を紹介しています。よろしければチャンネル登録していろいろお試しください。そしてこの動画が良かったと思われた方はいいねクリックをお忘れなくよろしくお願いします。コメントも大歓迎です。それでは皆さんお元気でチュース。